関数アートの時間だよ。今日も関数で動画を作っていくよ。関数で動画とか意味がわからないよという人のために説明すると、ここにただのグラフ描画ソフトがあります。そして数式を入力するとグラフが表示されます。こうやって数式で線を引くことができるので、これをたくさん描いて絵を作ることができます。さらにそれをたくさん集めたり、パラメーターで変化させれば動画を作ることもできます。過去にもいろんな作品を作ってるので、ぜひ見ていってください。さて、今回作っていくのは YouTube ショートでよく見るインターネットやめろです。では早速作っていきましょう。リボン以外はパラパラ漫画形式で作っていきます。つまり複数の静止画を用意してパラメーターによって切り替えて動画にしていきます。とにもかくにも最初の1枚目を作らないと始まりません。作っていきましょう。このグラフ描画ソフトでは後に書いたグラフは手前に表示されるので、他のグラフに隠される部分を持つパーツから描いていきます。例えばスカートと足はスカート奥側、足、スカート手前側の順に入力します。どの部分がどのグラフに隠されるか考えながらグラフを作っていきます。そういえばどういう式でグラフを作っているかの説明がまだでしたね。簡単な説明をしますと、リボン以外は媒介変数表示の曲線を使っています。これは x 座標と y 座標をパラメーター t の関数として定義し、その軌跡を曲線として表示する方法です。動く点 P の通った跡を描いていると言えば分かりやすいと思います。つまり今の私は大量の点 P を制御して動画を作っているということです。点 P は私の指示通りに正確に動いてくれる優秀な人材ですね。曲線の種類はいろいろあるのですが、今回も安定と信頼のベジェ曲線を使っていきます。この手法は国際大会入賞作品にも使った実績があります。やり方は簡単。いくつかの点の座標を記録してこの数式にぶち込むだけ。そうするといい感じの曲線になります。これをたくさんつなげて絵にしていきます。点のストックは全部手動で行います。一体点をいくつ売ってるでしょう。なんだかんだあってできました。これを他のコマでも行います。3、4コマ目では少し工夫します。足や胴体が共通で、服や髪が変化しているので、共通しているものとそうでないものを別々に作ります。こうすることでグラフの数を少しだけ減らすことができました。さらに工数を削減するため工夫します。グラフを一定周期ごとに左右反転させることで用意するグラフの数を半分に減らします。この曲線は点 P が通った後なので、点 P の位置を Y 軸対象に移動させれば左右反転のグラフを作れます。点の Y 軸対象移動は X 座標を-1倍すれば実現できます。これは数学の試験でも役に立つので、ぜひ覚えておきましょう。そして同じようにもう半分のモーションも作っていきます。これで大部分が完成しました。続いてリボンを作っていきます。リボンは波打っているので三角関数を利用します。三角関数はこのような波型の関数で、波、振動、回転を作りたい時によく使われます。三角関数をこのようにいじると振幅、振動数、位置を変化させることができます。受験生の方は基本形を押さえておくと良いでしょう。今回はこれを時間によって変化させたいので、定数を時間 t の関数に置き換えます。周期的に変化させたいので、ここにも三角関数を使いました。これで伸び縮みするリボンを作ることができましたが、リボンらしさを出すためもう少し手を加えましょう。オリジナルではリボンの下側の方が振幅が大きくなっているように見えます。そこで三角関数に指数関数をかけたものを使います。この関数は振動しながら増加、減衰するようなものによく現れる形なので自然に見えます。増加具合はそれっぽくなるように感覚で調整しました。形は良い感じになりましたが、このままではリボンが横向きになるので適切に平行移動と回転を施します。グラフの回転は点の回転の応用で考えることができます。点の回転は次のように考えることができます。まず座標を x 成分と y 成分に分けて考えた後、それぞれ回転させてもう一度 x 成分と y 成分に分けて考えます。このように考えることで回転移動の変数変換が求まります。三角関数はこういう時に使うものなんですね。このテクニックを使って回転移動して位置、角度、形をいい感じに調整したら完成です。それにしても三角関数で波そのものを表現し、伸び縮みさせ回転も実現させてしまうとは、三角関数の
材としてここまでふさわしいもの他にあるんでしょうか。天使ちゃんは三角関数の教材として最適だった。おまけとして関数に歌ってもらいましょう。グラフ描画ソフトです。モスにはグラフの音を聞くという機能があります。このようにグラフの高さに応じて音の高さが変化します。つまりこのようなグラフを作ることでグラフに歌ってもらうことができるわけです。ただし使える音域は1オクターブしかありません。この曲では少し音域が足りないので高い音は動画編集で早送りして再現しました。音楽の準備も整ったところで完成です。完成品をご覧ください。細かいことはどうでもいいね。せーの。